どうも、漁師マサトです。今日は干潟砂浜に来てます。今日は近所の砂浜にやってきました。場所は瀬戸内海に浮かぶ愛媛県の大島という島です。僕が住んでる島でもあります。ご存知の方も多いとは思いますけれども、潮干狩りはですね、基本干潮時、潮が一番引いてる時に行います。海の潮の満ち引きっていうのは月の引力によって影響されます。この図を見ていただくとざっくりしたことはわかると思います。そして潮干狩りは基本的に干満の差が激しい大潮という日を狙います。ちなみにその大潮は1月の間に約2回来ます。この潮汐表を見てもらえれば分かりやすいですね。そしてその時の月の形は満月もしくは新月です。で、我々漁師、この潮の状況がめちゃくちゃ大事で、魚は基本的に潮の影響をもろに受けます。潮を意識しない漁師はまずいません。ですのでさっき見た潮汐表は漁師のシフト表みたいなもんですね。で、そのせいで漁師の待ち受け画面はめっちゃダサくなります。きりないね。先客の潮干狩りおじさんは一人で数十分でなんとこれだけの量のマテ貝を取ってます。さあ、おっちゃんに負けんように取るぞっていうことなんですけれども、マテ貝の取り方ご存知の方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、砂浜掘ってそこに現れた穴に塩を振ります。そうすると、早速出てきた。もっと出てほしいんやけど1個、はい、これですね。これマテ貝です。マテ貝の旬って産卵前の2月から5月って言われてます。ざっくり春ですね。ただ全ての干潟砂浜に生息してるわけではなくて、綺麗すぎるサラサラの砂浜だったり、臭そうなヘドロ混じりの砂浜にもいませんね。マテ貝がよくいる場所は何て言うんでしょう、少し湾になったようなところで、このようにね、程よく泥がかった砂地みたいなところにね、多くいます。で、このようにマテ貝が生息さえしていれば簡単に顔を出すので、ちょっと恥ずかしがり屋なんですけど、こっちから取りに行ったらね、簡単に取れますね。でも皆さん、これ塩が正解なのって思いません？ということでね、今回の潮干狩りではそんな全国民が今までにね、悩んで苦しんできた課題をね、解き明かしていきたいと思います。まず1番手は七味唐辛子、そして2番手は生わさびという、こういった辛味成分をマテ貝の巣の中にぶち込んでいきたいと思います。果たしてこのようにマテ貝が取れるんでしょうか。今回は10種類用意してます。3番手は醤油、味的にはね、結構塩に近いんじゃないかと思います。4番手は砂糖、色、姿、形は塩に似てますよね。果たしてというとこなんですけれども、5番手はポッカレモン、そして次はポンジュース、ビタミン C でビビらせる作戦。中濃ソースにみんな大好きマヨネーズ、そしてビールといきましょうか。果たして10種類あるうちの一番いけそうな醤油から試していきましょう。皆さんもね、この醤油が一番いけそうな感じがしてると思います。数センチ砂を掘ると穴が出てくるので、これに醤油をぶち込みます。さあ出てこい。塩ほどねしょっぱくはないけど、醤油の塩分をおそらくね巣の奥で感じ取ってるはず。しかも今回用意した10種類の中での最有力候補ということですから、マテ貝50匹、いや100匹は取りたい。1匹も取れなかったんですけど、いやマジ誤算ですよこれ。醤油って結構ね塩分含まれてますから、それで厳しいとなると塩分以外の何か、中濃ソースであるならば野菜の旨味成分、これにねかけるしかない。そんなんで出るんかっていう話なんですけど、期待しましょう。なんかこれ水出てきてません？穴の奥の方からね、これマテ貝嫌がってるぞということで、これ中濃ソースを追い打ちしましょう。よし、出てこい絶対出ろ。はい、出ろ。2番人気出ろ。はい、出ない。考えてみればそうか、醤油の塩分でも出てこんかったんやけん、中濃ソースの塩分でもそれは出ないよな。っていうか野菜の旨味ではそれは出ないだろう。さあ気を取り直してね、七味唐辛子いきましょうか。いろいろ入ってます。ごま、山椒、ケシの実、青のり等々ですね。ただなんといっても主成分はカプサイシン。この唐辛子カプサイシンの刺激だったらマテ貝は全然これがね出なかったんですよ。もうねこうなったらダークホースマヨネーズいきましょう。マヨネーズの主成分は油。いや油は水に浮くよね。もうこうなったらマヨネーズを巣穴に直接入れます。そうすればマテ貝が次はねわさびでいきましょう。これはねマヨネーズみたいに浮かないんで、これ大量にぶっ込んで巣穴をね塞いだんですけど、やっぱね塞いじゃねいかんね、出るとこないからね。さあもうこうなったら残りの4種類全部入れていきます。ポンジュース、レモン果汁、ビタミン C 作戦ですね。あとはビールのアルコール、そして砂糖。これでいけるやろ。
もうね全然ダメ。いやーせめて一つくらいはと思ってたんですけど、僕の考えではやっぱり塩分必要ですね。いやむしろ塩分のみ反応です。でその中でも醤油とあとソースはマテ貝がねもぞもぞした感ありましたね。それ以外は論外です。そしてあのジジイには誰も勝てませんね。いやー取れたマテ貝はこれだけです。ちなみにある YouTuber が塩以外のものを使ってマテ貝を取ってる動画を見たことあるんですよ。でそれをね島にあるローソンに買いに行きましょう。ある YouTuber とはホモサピさんの動画なんですけど、生き物系 YouTuber の中で絶賛バズり中の方ですから、どうぞご覧になってください。さあ干潟に帰ってきました。果たして味の素でマテ貝は出てくるんでしょうか。ちなみにこの味の素の成分はグルタミン酸ナトリウム 97.5%、 イノシン酸ナトリウム 1.25%、 グアニル酸ナトリウム 1.25% で、長いカタカナを言いましたけど、これらね旨味成分のことなんですよ。旨味をギュッとギュッとギュッと閉じ込めた塩ってことですね。そう、つまり塩なんです。いやもうたくさん失敗しましたから、とにかく食塩以外で取りたいんです。お、出てきた出てきた。しゃー。いや待望っすね。まあギリギリですよ。ギリギリ塩以外の調味料です。はい、これは OK。 この後もねガンガン味の素を使って取ろうとしたんですけど、結局2匹しか取れず。ですので皆さんがマテ貝を取るときは塩が最適解です。マヨネーズは浮くからね。でマテ貝は例えばバターで炒めたりしても十分うまいんですけど、今回はね一工夫加えてアクアパッツァを作りたいんですよ。一般的にはアサリを使用すると思うんですけど、今回はマテ貝パッツァということです。さてそんなマテ貝パッツァはもちろん貝だけではダメなんです。魚が必要なんですよね。普段私が毎日行っている定置網ですね、そこで取れた魚を使いたいと思います。すいません、最近動画出せてないのはこの量がめちゃくちゃ忙しいからです。でこの量はこの時期のメインターゲットはコウイカなんです。イカですね。はい、魚を取り込みました。ご覧のようにね、イカの姿はどこへやらということなんですね。その代わりね、このようにウマヅラハギだったり、あとは画面中央トラフグがね親父に引っこ抜かれましたけれども、あとはカワハギ、あとはちっちゃいフグ、ナシフグっていうフグなんですけれども、こういった漁獲物を最近取ってます。で今右手に持っているのがコウイカですね。シリアケイカっていう仲間のコウイカになります。であとはねオニオコゼだったりエイっていうね危険な生物も取れます。で今見えている網が魚が最後にたまるとこなんですけれども、さっきめっちゃでかいトラフグいたじゃないですか。でこんだけ大きいフグになると1匹そうですね1万円ぐらいで売れるんでめっちゃ嬉しいんですけれども、ただあいつはねこの網を噛んで脱走しようとするんですよね。それがこの穴なんですけど、でこれを港に帰るまでにちゃちゃっと直します。これぞ漁師の仕事って感じの作業ですよね。僕はね約3分ほどかかったんですけど、熟練者の漁師さんやったら半分1分半ぐらいでなるかなと思いますね。さあ港に帰ったところでね、生けすに網を突っ込んで引き上げたのはマダイですね。立派なマダイとまではいかないんですけれども、小ぶりなさばきやすいサイズですね。ちゃちゃっと締めて血抜きもして、これで自宅に持って帰りたいと思います。今回は家で調理したいと思います。さてそしたら取れたてマダイとマテ貝を使ってね、ちょっと少ないんですけれどもアクアパッツァを作ります。ほれマテ貝取ってきたぞ、初めて見るやろ。これマテ貝よ。嫌われとるな。そしたら鱗を落としたタイの頭を落としまして、内臓をきれいにしたら3枚おろしにして、はい OK、 いい感じのね身じゃないかなと思いますね。ちゃちゃっとやっていきます。そしたらここの腹骨取ってって、これちょっとね難しいんでちょっともう一気に切っちゃおう。まだこの骨の周りに身残ってるんで、食べ残しの味噌汁にぶっ込みます。出汁を取るタイミング大間違いなんですけれども、味噌汁はまずくならんやろということで作業を進めていきます。で真ん中の血合い骨とか取るんですけれども、ちっちゃいタイなんでね、もう身がちっちゃいということでぶつ切りにして、もうまた味噌汁にぶっ込んじゃいましょう。そしたらアクアパッツァに使う身は塩をねあらかじめパラパラっとかけておくんですよね。でかけすぎちゃった場合は洗ってください。でしっかり水気取ったらマテ貝洗って、ニンニクをみじん切りに、そしてプチトマトもあらかじめ半分に切っておきます。オリーブオイルにニンニクのみじん切り、香りがたっぷりついたら魚をね皮目の方から焼いていきましょう。で皮目に焼き色ついたらひっくり返して、ニンニクこんな焦げるんですね。ここでやっと苦労して取ったマテ貝投入、少ないですけどね。白ワインに塩、ここでも塩を使うんですね。マテ貝は他の2枚貝と同様、火が通ると殻をねこのようにパカーッと開きます。そしたらトマトを入れて、マテ貝の出汁が出たであろうスープを魚にかけながら煮詰めていくと、アサリではなくマテ貝を使用したマダイのアクアパッツァ完成しました。
このアクアパッツァ味付け塩だけです。果たして。いやめちゃくちゃうま。何これ、マテ貝の出汁めっちゃ出てますよ。ニンニクのパンチも程よく効いてて、トマトのうまみ酸味もちょうどいい。流し込みます。タイの身が敷き詰められた味噌汁。これはちょっとねやりすぎましたね。出汁効かせすぎました。これはちょっとね口の中を中和します。もうマテ貝がうますぎてうますぎて、タイの身ねまだ半分しか食べてないんですけれども、マテ貝全部食べちゃいました。マテ貝足りん。マテ貝は必ず塩で取りましょう。よかったらチャンネル登録いいねお願いします